それでは参りましょう。日本橋の上を首都高速が横切ります。休日には買い物客や観光客でごった返しています。日本橋は日本橋川の上にかかっています。橋脚があるのが少し痛々しく感じます。現在、2040年までに高速道路を地下に通し、日本橋に空を取り戻す工事が進んでいます。橋や川が美しい景観になってほしいものです。対岸に着きました。日本橋は日本の国道の起点。日本国道路元標。三越の新館前に来ました。中央通り沿いを歩いてみましょう。この通りのずっと先には神田や秋葉原、上野の町が連なっています。後方は八重洲、銀座、新橋へと続いています。日本一の魅惑的な大通りです。三越の名前の由来をご存知でしょうか。1673年に越後屋呉服店を創業し、明治期に入るまで多角経営がなされ、近代化で呉服業が衰退し始めると、本家から分離独立され、三越家が起こされました。三越日本橋本店本館。その本家こそが三井家であり、1893年に再び本家側に経営が戻り、三井呉服店と改称されます。1904年に再び分離して三越呉服店と改称され、この時に日本初の百貨店が誕生しました。そして1923年に三越となりました。三越の裏手には日本銀行の本店があります。この辺りは近代建築物が多く、趣が違います。創業から350年後の現在も、三越は日本橋の中心にあります。そろそろ三越新館本館の通り沿いは終わります。三井本館は国の指定重要文化財です。この横を歩くと重厚感に圧倒されます。大火災にも耐えられるよう壮麗、品位、簡素を掲げ、一般的な事務所の10倍のコストをかけたそうです。通りの向かいに鰹節で有名な人弁本店。この辺りの中央通りはまさに三井村であります。日本橋三井タワー、上層階にマンダリンオリエンタル東京。日本橋三井タワーは地下4階、地上39階。ホテル以外にも東レや中外製薬の本社が入り、低層階にはレストランやカフェも入っています。7階からは三井本館の三井記念美術館にも行けます。何より私としては、子供の頃からの憧れのお店が入っています。千疋屋総本店。外にはオープンテラスもあります。子供の頃に親がここのフルーツをいただくと、本物の果物にあったのが子供ながらに一口で分かりました。日本橋室町エリアの北側まで来ました。
中央通りの反対側にある福徳神社。まさに四方八方を高層ビル群に囲まれています。都会の中にポツンと現れたオアシスのようです。鳥居をくぐると公園になっております。その奥には薬祖神社がご鎮座されています。中央通りからの江戸桜通り入り口。少し入ってみましょう。30メートルほど行くと素敵な通りがありました。素敵なオープンテラスが目を引きます。品の良い店構えの文明堂。これどの室町1と3前の中央通り側に戻りました。中央通りを南下していきます。これども三井系の建物です。中央通りのこちらサイドには百貨店はなく、商店が多く連なっています。老舗も時折見受けられ、そんな時はさすが日本橋と思います。この中央通り沿いはとても華やかですが、両サイドとも奥に入るとオフィスが多くあります。少し前までは昭和な古い街並みでしたが、室町エリア再開発で綺麗な街並みとなりました。室町小路。室町小路にはたくさんの飲食店が連なり、夜は大変賑やかになります。ご存知、海苔の山本山本店前です。この辺りも再開発が予定されています。古き街並みが消えていくのは少し寂しいですね。この辺りの裏道に、私のごひいき、金子半之助があります。戻ってまいりました。そろそろ日本橋室町エリアの中央通り沿いが終わりますが、その角を曲がると、30メートル先に有名なたいめいけんがあります。日本橋エリアに戻りました。日本橋由来記の日。徳川家康が橋を架けてからの歴史が記載されています。日本橋交差点に行く途中の和菓子虎屋。日本橋に来るとよく寄る老舗の洋食屋さん東洋。お店の脇道を入ると、ロッキー青木氏の起源となる紅花別館があります。このココットカレーは衝撃的に辛いのですが、気がつくとこのスープカレーを飲み干してしまいます。日本橋交差点を開店します。銀座新橋方面。高島屋が見えます。永代通り兜町茅場町方面。神田秋葉原上野方面。永代通り大手町皇居方面。ここからは名店巡りです。これど日本橋。東京日本橋タワーと日本橋高島屋新館。日本橋に古くからあり有名な柳屋ビルディング。日本橋でもう一つの百貨店日本橋高島屋本館。本館の正面玄関前は歴史を感じます。
こちらは高島屋新館前。高島屋の裏の通りに来ました。日本橋で老舗の寿司屋さん、吉野寿司本店。穴子専門の名店、玉井。中央通りに戻りました。高島屋前にある丸善。創業は1869年。ハヤシライス発祥の地とされています。八重洲中通りの日本橋側に来ました。うなぎ、橋本。うな鶏丼が大好きでした。立ち食い、よもだそば。カレーライスがとても有名です。老舗のおでん屋、おたこ本店。この豆飯を食べるためにお昼は大行列。東京駅日本橋口に来ました。日本橋口を回転してみます。こちらも周辺は高層ビルだらけです。空が見えます。しかし、ここには日本一高いビルが建ちます。常盤橋タワー。永代通り。日本橋交差点方面。丸の内トラストタワー N 館。その奥のビルの上層階にシャングリラホテル東京。日本橋は発展の歩みを止めないようですね。